さん、こんにちは。今日はV オンラインセミナーへようこそおいでくださいました。私は V 活用支援アドバイザーの西垣と申します。よろしくお願いします。今日は V 思考を経営に使ってみたという話をしたいと思います。はい。まず、私と V 思考の出会いのお話をしたいと思います。私が最初に V を教わったのはですね、いまだに大恩人と思っております、みっちゃんという方です。この人です。お写真を出すことはちゃんと了解をもらっておりますので、大事です。この方がですね、いつも私に西安、知識だけではダメだよと、目的を考えないとダメだと、盛んに言われました。例えばですね、こういう仕上げの記号がございますよね。こういう仕上げを見たときに、みっちゃんはですね、私にこれなんだと。50S でしたかねと、100分の5ミクロンで、100分の5ミリでですね、仕上げるというようなことだったと思います。それは知識だと。図面にこれが入ってるってことはですね、これは設計がちょっと安全サイドを見てるという意味なんだと。どういうことですかと。これはですね、これは干渉、相手の部品との干渉を防ぐためにこういう記号を入れることがあると。それを考えるとですね、それだけのために毎回毎回切削するのは非常に馬鹿げたことで、それをよく部品を見ることによってですね、廃止できる場合が多いと。それが目的なんだと。だから干渉を防ぐというのは目的で、粗さの記号だっていうのは、これは知識に過ぎないと。こんな教え方をされたわけです。まあ、それがすごくこう心に残りまして、でずっと VE に携わってきましてですね、30年後、その考え方に沿って VE の思考を経営に使ってみるということにチャレンジしてみたわけです。さて、経営者になりましたということです。経営者になりますとですね、まず最初に、V の思考がですね、経営にも使えるという仮説があります。これを立証したいなと、こう思ったわけですね。ずっとそれを考えておりました。経営者になったらやってみたいなと思ってたわけですね。ただどなたかが社長にしてくれるわけですから、そのためにはですね、1年でクビになったんではですね、これはこんなことは立証できないと、4年ぐらいは勤めたいなと、いうふうに思いました。それがよく言うと、自由にやらせてもらいたいと、こういうふうにも思いましたと。そのためにはですね、毎年着実に営業利益出せばいいんじゃないかということを思ったわけですね。結果を出せば、例えば私が辞めた後もですね、VE 思考のマネジメントが従業員の中に残ってですね、ああいうやり方をやった人がいたなと、俺もやってみようじゃないか、私もやってみようじゃないかというふうに、いつか芽を出すんじゃないかと思ったわけです。でそのためには、営業利益を出す仕組みを VE 思考で作る必要があると。効果も見えないといけません。損益分岐点図を物差しとして使うということも考えてみましたと。さて、この損益分岐点図となるものはですね、こういうものですね。皆さん一緒に損益分岐点図書いてみましょう。必ずこう正方形書いてみてください。こことですね、ここは等しくしておいてください。はい。対角線をこう引くとですね、売上収益性になります。ある売上が上がるとですね、同じ、同額の金額が入ってくるということになります。これが売上収益線です。はい。次に固定費線をプラスしましょう。こちらの方向が売上ですね。売上です。固定費線をプラスしてみましょう。売上が変わっても固定費はいつも一定ですね。会社の中、勘定科目の中では人件費や原価償却費、
本社の費用などがこれにあたります。売上が増えようが減ろうが同じですね。こういうことです。次は変動費線をプラスしてみましょう。これは売上収益線と交わるようなですね、直線をこう引きますと、こうですね、こう引きますと、変動費線になります。で、その傾きは変動比率です。はい。で、変動費線はですね、当然、これは売上に比例しますね。一時直線です。材料費とか外注費などの外部から購入してくるものの金額というのは、当然売上に比例しますと。売上収益線と変動費線の交点がこう存在します。はい。交点が存在します。これが損益分岐点と言います。はい。こちらのゾーンは利益が出ていると。こちらが損をしていると。こういうゾーンになりますと。はい。最後に売上線をプラスします。縦方向に直線を引くとですね、売上線になります。はい。赤線の部分、これは営業利益ですね。今上から降りてきました。これが営業利益になりますと。これで損益分岐点図は完成です。それではこれを使ってですね、形容していくわけですね。さて、営業利益を増やす方法は3つあります。もう3つしかありません。1つはですね、固定費を下げるというやつですね。はい、固定費が下がりました。と連動してですね、変動費も平行に移動して下がります。そうすると利益は増えるということになるわけですね。これは人件費削減とか設備投資の抑制、本社移転などのですね、いわゆるリストラの手段になります。短期的な利益を出すのならこれでいいんですけれども、長期的な利益体質を目指すにはちょっと問題がありますね。4年は勤めたいんで、これはちょっと困ると。つまり、1年目でこんなことをしますと、従業員の協力がもうなかなかいただけないというのが、これはもう目に見えております。さて、そうしたところでですね、VE マンはどうするかというと、昨日の定義をですね、固定費を活用するというふうに変えたらいいんじゃないかと思ったわけですね。減らすんじゃなくて活用してみようと。それが大事じゃないかということです。はい。それから営業利益を増やす方法のその2ですね。その2は変動費を下げるです。はい。変動費はこう下がりましたと。変動費は下がりましたね。この部分が新しい変動費この部分が新しい変動費になります。はい。材料単価削減などのですね、調達部位、皆さんやっておられますね。こういうもの。これは製造現場でありますぶどまり工場などの現場改善がこれにあたります。ただですね、注意しないといけないのは、改善で変動費が下がるというのはいいんですけれども、売上が下がっても変動費は下がるんですね。当然ですね。そうすると、それが混ぜこぜになってしまうと、これが問題です。で変動費、機能の定義をですね、こちらに注目することにしました。変動比率を下げると、定義を変えたわけです。はい。利益はこれになりますね。はい、次は営業利益を増やす方法、3方法、その3です。売上を上げるですね。はい、売上がこう上がりましたと。こちらに近いところは売上が小さいですね。こちらに行くほど大きな売上じゃなくて売上が小さいと小さい利益ですね。こちらに行くと大きい利益です。売上を上げれば変動費は増加しますが、固定費は変わらないんですよ。で、固定費の割りかけが下がって、営業利益と営業利益率ともに、増加していきますと。これ、増収利益という一番、ありがたい利益ですね。これはもうこれでいいでしょう。機能の定義はそのまま売上を上げるとしました。はい。
さて、今の3つをですね、機能系統図にしてみましょう。毎年着実に営業利益を出すが一時レベル機能ですから、固定費を活用する、変動比率を下げる、売上を上げるというこの3つの二次レベル機能を置いたわけです。固定費を活用すると表現を変える。例えばですね、固定費を活用すると表現を変えると、リードタイムを短縮することが最重要の施策と分かってきます。これは当然ですね、回転が上がれば、固定費は、よく使うことになりますので、一つの単位に当たる固定費は小さくなるで。そうすると KPI をリードタイムにしようかと、こういうふうな発想になってきます。そうすると、リードタイムを短縮するならですね、結構その投資はですね、有効な投資じゃないかと。で、最優先にしたわけですね。さまざまな工数低減ではないんです。リードタイムを短縮する投資をしていったわけです。でリードタイムが短縮できると、当然売り上げが上がるんですよ。皆さんどうでしょうか、レストランなんかに行ってですね、なかなか出てこないと。もう次は行くのをやめておこうかと、こうなりますけれども、さっと出てくる、熱々が出てくる。やはり、これはどんな事業でも同じで、見積もりがすぐ出てくる、質問したらすぐ答えが返ってくる、トラブルがあったらすぐ対応してくれる。このリードタイムの短さっていうのがですね、お客様の信用、そして評判につながっていきます。そうすると、売上がもう自然と上がってくるわけですね。これ、連動してるわけですよ。で、これと同様にですね、変動比率はどうしようかと、売上はどうしようかと、こういうふうに発想していったわけです。さて、こういうやり方をベースとして考えながらですね、経営の前年度の前半と後半でですね、実は作戦を変えたわけです。経営年度の前半はですね、変動比率予算を守るということが最重要です。例えばですね、月間売上100億の、変動比率予算40%のケースを考えてみましょうか。2ヶ月経った時にですね、売上10億、変動比率80%の困った案件が来たと。そうするとですね、計算をしますと、210分の88になりますから、41.9になってですね、これは、かなり良くない受託になりそうだと。これはちょっとお客様と、調整をしようじゃないかということにしたわけですね。リードタイム短縮の改善をですね、それと合わせてですね、ヘッド広さを守ると合わせまして、先ほど申しましたリードタイムの短縮の改善をですね、前倒しで実施すると。そうすると、先ほどのお客さんもですね、さっと対応してくれると、お値段面でもですね、ちょっと歩み寄っていただけることもございました。で、これを前倒しで実施というのは非常に大事なところで、時間が味方になると。つまり年度の後の方でこの改善してもですね、効果は少ししか出てこないんで、前半で、これをやると。そして、売上見込み、これは2ヶ月の時点であと10ヶ月はもう見込みですから、これは固めに行こうということで、予算に一定比率をかけて、例えば 90% かけてですね、固めに設定するということを心がけました。次はですね、年度後半になるといよいよ案件ごとの変動比率条件をですね、緩和すると、あれあれ、社長、いつも言ってることと違うことを言うよとみんなにちょっと言われましたけれども、そうじゃないと。コロコロ変わってるわけじゃなくて、作戦を変えるちょうどいいタイミングに来たと。思い出してごらんと、月間100億の売上、変動比率予算 40% のケースで想定したと。そうすると10ヶ月経ったらですね、売上は1000億になっていると。で、その時にですね、変動比率、売上10億、変動比率 80% の同じ案件が来たとしようと。で、そうすると、計算はですね、1010分の408になりますから、40.039ですか、40.4% の0.4% しか悪化しないと。
今度これだけの悪化なら、例えば営業利益にはですね、ほとんど影響しないということがよくあります。増収効果によって、この物件の悪さをですね、払いのけてしまうと、こんな効果があります。で、これをやっていたわけですね。右にありますように、増収利益を取りに行くと、案件ごとの変動比率条件を緩和する、そして営業にですね、ちょっと、率の悪い案件がないかというヒアリングをする、ディスカウントで取りに行くと。こうすると、どんどん増収利益が得られるようになったわけです。これも VE の考え方ですね。で、今年度中は経費発生しかなくてもですね、来年の仕掛けを実行に移すと。例えば教育投資なんかはですね、なんか教育投資っていうとですね、費用がもったいないとかいう人もいますが、私はそんなことはないと思います。固定費を活用すると思ったらですね、その人が知識武装してもらうとですね、活用の度合いが高まりますから、もうこれはもう 100% が会社持ちの投資だということで、セミナーを受けるのもですね、一切に個人負担させませんでした。はい。で、売上見込みはですね、これ先ほどの売上見込みですね、これはもう10ヶ月経つと、ほとんど、実績に置き換わってますから、割とこう、チャレンジングな手を打ってもですね、読み切れるということで、非常にいい状態になると。はい、で、経営を終えてですね、V 思考は経営そのものに使えましたと。で、結果として6年も勤めさせてもらいました。残念ながらですね、完全に自由とはいきませんでした。まあ、それはしょうがないですね。しかし、2回営業利益の最高値更新できましたと。タイミングもですね、V 思考のマネジメントが従業員の中に残ったかなと、ちょっと気がかりですね。V 思考の営業利益を出す仕組みをワンオンワン、1対1で今日の皆さんと私のように繰り返し説明しました。シミュレーションしやすい損益分岐点図の物差し、これは大活躍しました。さて、効果はですね、この3、ここをちょっと見てください。ちょっと見にくいですけどね、3本マネジメントとここに書いてあります。3つの本と書いてますね。この3つの本は何を指しているかというとですね、このマグカップ、退任の時にいただいたものですけれども、最初の凡は凡人です。私のような凡人でもですね、マネジメントちゃんとできますよと。2番目は、凡品です。凡商品とか凡サービス、大体の会社もそんなもんですね。で、それでもちゃんと利益が出る。3つ目、会社にですね、すごい運がなくても凡運です。で、この3つがなくても、3つが非常にありきたりでもですね、確実に利益が出せるマネジメント。これみんなにその名前が、伝わったということですごく嬉しいと思いました。さて、営業利益は最終目標かということですね。当初は営業利益を毎年出し続けることを目的としましたけれども、V 思考をしてますとですね、常にその機能の手段だけでなくて、目的に対しても常に想像力を刺激し続けるものです。営業利益を出す上位に何があるかというと、これは事業を維持する。ね、で、売上を上げるの上位は何かというと、雇用を守る。そうすると、やはり社会の継続性を維持するということにつながっていくと。こういう形で、自分なりにだんだん納得していけたわけです。はい。さて、皆さん、こんなことありませんか？納期通り仕事が進まないとかですね、あるいは部下の気持ちがバラバラですとか、あるいは、プロジェクト任されたんです、ですけど、ちょっと失敗するんじゃないかと、ちょっと不安でしょうがないと、こんなこともあるでしょう。はい、こんなことがございましたらですね、ぜひ、協会事務局までですね、お問い合わせください。私の他にもですね、いろんな、アドバイザーがおりますので、適切分野も専門性を持った人がおりますので、適切なアドバイスをさせていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。じゃあ失礼します。